はい、今回はモデリングの作業が終わりましたので、ノマドスカルプトの作業はお休みして、サポートをつけるソフトに移行したいなと思います。これは僕が使っているフォームウェアというソフトなんですけども、これでなくてもフリーのサポートをつけるソフトがあったりするので、そちらでも、大丈夫です。ノマドスカルプトからは、STL で出力しておくのですけども、ノマドスカルプト上ではスケールが合ってないような感じもあるので、このソフトに入れた時に、具体的な出力したいサイズを、スケールツールで入力して設定します。いわゆる光造形タイプの出力機になりますと、バットと呼ばれる、容器に、レジンを溜めて、で、ビルドプレートというものが上下して、立体に出力していく仕組みなんですけども、この画面上でいうと、この底の部分がビルドプレートの表面になり、この上の部分が、バットの液体が入っている、場所になるので、画面でいうと実際のプリンターとは反対の状態になっているということですね。この横にあるスライダーを上下させると、このように赤い断面が表示されると思うんですけども、これが要するにバットの底面になりまして、レジンを硬化させるための UV ライトの照射面であることを表示しています。ですので、このポツンと一つ表示された箇所っていうのが、ビルドプレートから見て、一番先に造形される、場所だということになります。ここに、ビルドプレートから、つなげるためのサポート、単一サポートというのを、1つ2つつなげてあげます。で、またスライドを上下させながら、次にタッチする箇所を、見つけて、そこにまた単一サポートをつけます。この辺が浮島のようになっていて、とても分かりやすいと思うんですけども、それぞれの場所で、最初に触れるポイントということがここで確認できます。光造形においては、このサポートの場所が要するに造形に対してはバリとなって、残ってしまうので、安定して出力させるために本数を増やすか、バリが多くなってしまうかがトレードオフになってしまいます。本数もそうなんですけども、この先端の部分の直径というのも、そのポイントです。今12、3センチの立体物を前提にしていますので、その設定のサポートの先端の値を 0.6 ミリ、0.5 ミリでやっています。先端を小さくすればするほどバリのサイズは小さくなっていくんですけども、逆に、造形不良を起こす、例えば造形物が途中で脱落してしまうこともありますので、例えばもっと大きなものを出力するときは、このサポートの先端の直径を1ミリ弱とかそれぐらいのサイズに設定することもあります。今このように浮島になっているところを、見つけて、単一サポートを設定していっていますけども、この浮島になっている部分を見逃してしまうと、そこから先が生成されないというエラーを起こします。
ですので、このようにオーバーハングが起こらないような、角度に調整してやるとか、あるいは造形そのものをパーツで分けて設定してあげるのがいいかなと思うんですけども、なかなか、一つのオブジェクトに対して全て、そのように設定するっていうのは難しいので、このようにある程度、要点を押さえてサポートをつけていくのが楽でいいかなと思います。スケールに対してサポートの数は、ちょっとこれで言うと多すぎかなとは思うんですけども、大いに越したことはないというか、その方が安定して途中で脱落したり、あるいはこの造形が傾いて、形が歪んだりする可能性もあるので、このように念入りにやっておくというのも一つポイントかなと思います。で今チクチクとこう手で打っていますけども、もちろんこれオート機能というのがありまして、オートでやるのが一番簡単に、確実に、このサポートをつける、やり方ではあるんですけども、結構ディティールを無視して配置しちゃうっていうことがあって、例えば不用意なところにたくさんポイントを打ってしまったり、せっかくディティールが載ってるところにも、ポイントを打ってしまうことが多いので、自分の場合はこのように、目で目視しながら確実に打っていくっていうことが多いかなという感じです。この単眼鏡の部分なんかはまさにパーツを分けた方が、いい箇所だったりするんですけども、サイズがサイズなのでもうこのままいってしまってるというパターンですね。で今までずっと単一サポートでこうまっすぐの柱の状態で打ってはいたんですけども、でも問題ではないんですけども、やっぱりこの造形したいものを支える支柱っていうのは、最後まで脱落してはいけなかったり、途中で歪んでしまうっていうのは避けたいので、このように支柱と支柱を支えるためのツールがありまして、これで、それぞれをつないでやると、互いに、丈夫な柱が出来上がるという感じですね。
この単眼鏡の、この覗くレンズの部分はどうしてもこの場所にして、浮島になってしまうので、この支柱通路を使ってボディから中継させてやるというサポートの付け方をしています。
はい、ある程度できましたら、ベースプレートの追加というのをして、確実にビルドプレートの接地面を設定してあげます。これでサポート生成の作業を終わります。先ほどの、サポートをつけたものを STL で書き出した後、この最終的な出力のためのソフト Chai2Box というのにインポートします。これは割と一般的によく使われているフリーソフトで、これだけでもさっきのサポート付けができます。こ
こで重要なのはこの設定というところで、自分の使っている 3D プリンターの設定を、読み込んでおきます。このレイヤーの高さというのが出力時に、積層となって現れる高さの設定を意味しているんですけども、僕の場合は、だいたい 0.03 ミリぐらいを設定しています。おそらく標準的には 0.05 ミリとかで設定されていると思うんですけども、35分の1とか24分の1ぐらいのお人形のサイズでいくと、おそらく目視して、積層がちょっと見えちゃうかなと思います。0.01 ミリぐらいまで設定できるとは思うんですけども、そこまでいくと、0.03 ミリぐらいからもう肉眼では積層の跡っていうのは見えなくなってくるので、出力時間を考えるとそれぐらいがちょうどいいかなと思っています。で今、ここに時間が8時間と出ていますけども、おおよそこれからプラス1時間足したぐらいが、だいたい実質的な出力時間かなと思います。結局この8時間をじっと待ってるわけでもないので、だいたい僕の場合、寝てる間に、これを回して朝、それを確認するということをやっているんですけども、その場合例えば 0.05 ミリで積層を出しながら、6時間で終わるのも 0.03 ミリで積層をなくしながら8時間かけるのも、この 2,3 時間っていうのは大した時間の差ではないので、自分の場合はその何もしてない時間っていうのを有効的に使って、なおかつ、積層を一番最も、出ない形で出力するという、設定を選んでいます。